皆さんこんにちは、消しゴムです。一生懸命描いたのになんだか絵がのっぺりして見えるって悩んだことはありませんか？実はあるポイントを押さえるだけであなたの絵は劇的に変わるんです。今日のテーマは影の付け方と立体表現のコツ。たった5分でスケッチをワンランクアップさせます。でも影をどうやって描けばいいの？画材によって描き方は違うの？そう思ってはいませんでしょうか？この動画では画材ごとの影の描き方を実践しながら解説していきます。ぜひ最後まで見て一緒にマスターしていきましょう。消しゴムチャンネル。さて、影をどうやって描くか一緒に実践していきましょう。まずはボールペンなど単色のペンで描く場合です。単色で表現する場合、線の強弱や密度が影を表現する鍵になります。この場合、影になる部分に斜線を引いてみましょう。例えば直方体に右上から光が当たっていると、光が当たらない左側の面や手前の面に影ができます。このように線の密度を高くしたり、斜線で交差させたりすることで平らな四角形に立体感を出すことができます。初心者の方はこの線の密度で影を3種類に分けると分かりやすいです。まず1つ目が間隔の広い斜線。これは最も明るい影に使います。2つ目が間隔の狭い斜線。これは基本的な影のベースになります。そして3つ目が斜線の交差。これは最も暗い部分、つまり光から一番遠い箇所の影に使います。この3種類の影をうまく使い分けることで平らな四角に立体感を出すことができます。これは円錐でも同じです。光が当たっている面と当たらない面を意識するだけでこんなに立体感が出るんです。特に建物を描く際は直方体や円錐の考え方が応用できますよ。これは私が実際にボールペンなどの単色ペンで描いた絵になります。こんな風に線の強弱を意識するだけで全体の雰囲気が格段に上がります。宣伝なんですけども、もしよかったら僕のインスタグラムもチェックしてみてください。次にコピックなどのアルコールマーカーで影を描く場合です。こちらも濃淡をつけることが重要ですが、ペン先が太いため斜線で表現するのが難しいです。そのため同じ場所を2度塗りするということで影の濃淡を表現することができます。さあ、基本的に理解したところで次は実際に描いてみましょう。コピックを持っていないという方も多いと思いますので、今回は線画のみの場合で描いていきます。ちなみに今回はどこでも売ってるようなボールペンを使用します。このペン100円ショップで5本セットとかで売ってたものなので、実質20円ぐらいの価値のペンになります。今回スケッチする建物はピンタレストで探した建物になります。以前別の動画でご紹介した3分割法の考え方で簡単に描いていきます。3分割法の動画を見たい方は概要欄の URL から動画を見てみてください。建物の簡単なスケッチが完了したらいよいよ影をつけていきます。今回はこの角度から光が当たると仮定して影を描いていきます。まずは建物の出っ張った部分が落とす濃い影から描いていきます。例えば屋根の下や1階と2階を隔てる帯のような部分です。これらの段差が作る影は斜線を交差させたり濃く塗りつぶしたりして表現するといいですね。建物をスケッチする際はこうした階のつなぎにあるディテールをしっかり描くとより立体的に見えます。次に窓の中の一部を濃く影で描いていきます。日中に外から建物を見たとき、窓は光を反射してキラキラして見えたり、また室内が暗いため外から見ると真っ暗に見えたりします。この光の反射や内外の明るさの差を表現することで窓がよりリアルに見えます。最後に建物の側面にあたる全体的な影を描いていきましょう。ここは先ほどの影よりも少し薄い密度で広範囲に斜線を引いていきます。同じ影でも濃い部分と薄い部分を描き分けることでより複雑な光の表現ができます。これで完成です。光と影を意識するだけでこんなにも印象変わりますよ。はい、どうでしたでしょうか？影をつけるだけで絵が全然違って見えますね。ちなみに私はコピックを持っているので
同様にコピックでも建物をスケッチしてみました。着彩したバージョンはこんな感じです。ボールペン1本だけで描いたものよりも線数は少なくシンプルにしていることがわかりますね。これらを意識するだけでスケッチはもっと楽しくなるはずです。では次の動画で会いましょう。バイバーイ。